14世紀イングランド、エドワード2世とイザベラ王妃の治世。王権の弱体化と貴族勢力の台頭が交錯する中、女性でありながら広大な領地と政治的影響力を握った存在がいた。エレノア・デクレア。彼女は王の命にして王朝を受けた貴族ヒューデ・スペンサーの妻として知られるが、その名が歴史に残った理由は単なる血縁や結婚によるものではない。父と兄の相次ぐ死によって莫大な領地を相続した彼女は、女性であるがゆえに政治的思惑の的となり、やがて夫の権勢に巻き込まれて激しい没落と復権を経験する。修道院への幽閉、再婚の失敗、法的闘争、中世という時代において女性が財産と身分をどう保持し得たのか。その問いに向き合う鍵は、彼女の人生そのものにある。今後も人物史を通じて歴史の真相に迫る試みを継続するため、チャンネル登録と高評価によるご支援を賜れますと幸いです。第1章、生誕とデクレア家の財産相続。エレノア・デクレアは1292年10月3日、ウェールズ南部グラモーガン地方の要衝カレフィリー城に生を受けた。父グイルバート・デクレアは当時のイングランド有数の富豪であり、母ジョーン・オブ・エイクリはエドワード一世の娘であったため、彼女は王家の血を引く存在でもあった。裕福で政治的にも有力な家に生まれたことで、彼女は早くから中世貴族社会の制度的ネットワークに組み込まれていた。しかし1307年、エドワード一世の死とともに国勢は不安定化し、1314年に兄グイルバートがスコットランドとの戦い、バノックバーンの戦いで戦死すると、家系の男系直系は断絶。エレノアとその姉妹が法的な相続人となった。この相続はイングランド王権と貴族層にとって重大な事象であり、当時の封建法の下で女性がこれほどの領地を受け継ぐ例は稀であった。結果として彼女たちは王室からの監督下に置かれ、王の庇護という名目で婚姻を管理される立場となる。特にグラモーガン伯領は軍事的にも経済的にも戦略的価値が高く、ウェールズ統治政策の鍵を握っていた。王権としては、これを信用できる家臣に委ねる必要があったため、エレノアとヒューデ・スペンサーの結婚は、その政治的配置とみなされていた。国内では女性が広大な封建領地を有することへの疑念も根強く、民衆の間にはデクレア系の異形と同時に警戒感も広がっていた。このような状況は当時の法体系、特に相続権と女性の地位に関する通念を大きく揺るがすものだった。イングランド封建法では、男系後継者不在時の相続は女系に認められていたが、それが実際に領主として機能する場合、常に政治的な介入がなされていた。王族、宗教界、貴族の間でもエレノアの地位をめぐる評価は錯綜し、王の命という出自が尊重される一方、夫の影響下に置かれることへの懸念も表面化していた。現代の研究では、この時期のエレノアを自律的な政治主体としての宝雅を持つ女性貴族として位置づける動きが強まっている。単なる領地継承者ではなく、後の政治的役割の基盤を築いた存在として、女性の権利と封建制度の相互作用を象徴する事例とされている。第2章、ヒューデ・スペンサーとの結婚とその政治的意味。エレノア・デクレアの結婚は1306年、彼女がまだ13歳の時に成立した。相手は同年代の若年貴族ヒューデ・スペンサー。彼は当時まだ目立った功績のない若者だったが、父ヒューデ・スペンサーは王政に忠実な家系出身であり、王室からの信頼を得ていた。この婚姻は純粋な家同士の結びつきというよりも、父グイルバート・デクレアが王室から受けた2000ポンドの借財を帳消しにするための政治的取引として成立していた。つまり、エレノアは財産の担保として、王室の利権と直接結びつく形で婚姻政策に組み込まれたのである。この結婚を通じて、デスペンサー家は突如として莫大なグラモー顔料を手に入れ、ヒューは王の義理の息子として王宮で急速に存在感を増していく。特にエドワード2世との親密な関係、しばしば寵愛として記録されるは、ヒューの政治的台頭を決定づけた。彼の存在は、王妃イザベラや他の貴族たちにとって脅威であり、やがて王政の歪みの象徴として広く知られるようになる。このような状況の中で、エレノア自身も王妃の次女という地位を得て宮廷に出仕し、表向きには王妃の側近として
実際には夫ヒューと王の近接を支える重要な存在となっていた。宮廷内では彼女の存在は一目置かれていたが、民衆の目から見れば王長者の妻であり特権を享受する者としての反発もまた募っていった。婚姻と同時に生じた権力の集中は当時の封建制度において極めて例外的な構図を生み出した。通常相続地は分割や再編が行われて均衡を図るが、エレノアの場合はその大部分がヒューによって事実上統治され、地方支配の正当性が制度的に問われる事態となった。これに対し他の貴族は公然と反感を示し始める。エレノアとヒューの関係は単なる夫婦関係を超えて当時の王政を代表する政治的結合体であった。宗教界は形式上これを承認していたが、実質的には王の長身と王族の命による領地掌握は不正と集中の象徴としてしばしば批判された。国内のハン・スペンサー派はやがて彼らの排除を王政改革の一部とみなすようになる。現代の研究ではこの結婚を中世における女性の政治的資源化の一例として分析する向きが強い。エレノアの個人意志がどこまで影響したかは不明だが、少なくとも彼女の血統と領地は政治的に最大限に活用されていたことは疑いない。こうして彼女は望むと望まざるとにかかわらず政争の中心に組み込まれていったのである。第3章、ウェールズにおける反乱と領地防衛。1316年、南ウェールズにおいて重大な武力蜂起が勃発した。指導者はリューエリンブレン、ウェールズ系下級貴族であり、デスペンサー家の支配に対して深い憤懣を抱いていた人物である。蜂起の標的となったのはエレノアが相続した領地の中核であり、かつて彼女の父が築いたカレフィリー城だった。この蜂起は表面的には現地支配に対する抗議として始まったが、背景には王朝を受けて急速に領地を拡張したヒュー・デ・スペンサーへの反発が色濃く存在していた。そもそも13世紀末から14世紀初頭にかけてイングランド王権はウェールズ支配を強化するために領主代理統治の形式を採用しており、その中心がグラモーガン伯領であった。この支配構造の象徴的存在がデクレア家であり、父グイルバートの死後、その正当な継承者であるエレノアが実質的な領主とみなされていた。だが夫ヒューがその権限を全面的に掌握し、イングランド的統治様式を強引に押し付けたことが地元ウェールズ人との間に深刻な緊張を生んでいた。蜂起は突発的に見えながらも実際には長年の不満が爆発したもので、ブレン一族の動きには地元豪族の一部も同調していた。世論は複雑で、ウェールズ人の間では独立的統治を望む声が根強く、一方イングランド宮廷内ではこうした反乱は王政に対する挑戦と解釈された。王エドワード2世は反乱鎮圧のために軍を派遣し、ヒュー・デ・スペンサー自身も軍事行動に加わったとされる。エレノアはこの危機に際して直接的な軍事指揮は取らなかったものの、カレフィリー城の維持と供給線の確保に深く関与していたと考えられる。特に当時の書簡記録や財政台帳からは、彼女が城内に物資を備蓄し、長期の包囲に備える措置を取っていた痕跡が残っている。この行動は単なる貴族婦人ではなく、封建領主としての自覚が強かったことを示している。制度的にはこうした蜂起に対して領主が独自に防衛権を行使できるのが封建制度の特徴であり、王政との連携が求められる一方で、領地統治の主体はあくまで個々の領主にあった。エレノアとヒューの対応はその意味で中世的統治の典型を示すものだった。宗教界からはこの蜂起に対する評価は二分された。ブレンが教会に一定の寄進を言っていた背景もあり、同情的な見解もあったが、最終的に反乱は王命に対する反逆として処理された。ヒューの報復的姿勢は過酷であり、ブレンの一族は処刑され、領地は没収された。現代の評価では、この反乱は地方における封建支配の正当性が試された事例とされる。エレノアはこの危機の中で、支配階級としての責務と限界を体現する存在となった。彼女の行動は決して目立たぬが、政治的に極めて重い意味を帯びていた。第4章、ヒュー・デ・スペンサーの台頭と政敵との衝突。1318年以降、
ヒュー・デ・スペンサーは王エドワード2世の最有力長身として絶大な権力を握り、イングランド政界の中枢に急速に浮上していった。その立場を固めた背景には、単なる個人の能力だけでなく、妻エレノア・デクレアを通じて相続した広大なグラモーガン伯領や南ウェールズの軍事的拠点が存在していた。ヒューの政治的野心は次第に拡張主義的性格を帯び、近隣貴族の所領への不当な介入を行うまでに至った。この動きは既存の貴族階層の激しい反発を招く。特にヘンリー・オブランカスターやロジャー・モーティマーら王族、大貴族たちはヒューの権勢を専王とみなし、王政の歪みとして批判を強めていった。彼らにとってエレノアとの結婚で正当性を装ったヒューの領地掌握は、制度的には合法であっても実質的には国政の私物化に他ならなかった。エレノアはこうした政治的対立の渦中で直接的に政務に携わるわけではなかったが、王宮での存在感は変わらず、夫の立場を支える象徴的存在であり続けた。彼女の王族としての血統はヒューにとって王家との橋渡しとして機能していた。宮廷内では依然として一定の尊敬を受けていたものの、地方貴族や民衆の間ではデスペンサー家の強引な土地収奪に対する怒りが拡大していく。1321年にはこの反発がついに武力衝突に発展する。いわゆるデスペンサー戦争と呼ばれる一連の動乱である。反ヒュー勢力はヒューフ氏の追放を要求し、最初は成功したものの、翌年には王が再びヒューを召喚。以降、彼は王政の実質的支配者として君臨し、反対派に対する報復を容赦なく進めた。この時期の法制度の動向としては、王の特権と貴族の特許上との権限争いが激化し、統治構造が大きく揺らいでいた。エレノアは法的には夫と一体の存在とみなされていたため、民衆の敵意の対象ともなった。彼女自身の発言や行動は記録に乏しいが、記録からは領地の管理や接収物の報告など、経済活動への関与が読み取れる。一方で、宗教界との関係は微妙だった。ヒューが教会財産にも手を伸ばしたため、聖職者たちは彼に敵意を抱き、エレノアに対しても冷淡な態度を取る者が増えていた。王政を支えるとくある女性という伝統的イメージは、この時期にはもはやエレノアに当てはまらなくなりつつあった。現代の歴史学では、エレノアをこの時期の共犯者的沈黙として見る一方で、夫との一体死を避ける視点も増えている。すなわち、彼女は政治的道具として運命づけられた一方で、制度と慣習の網の中で自由を奪われた存在でもあった。その沈黙こそが、中世女性の政治的限界とその可能性を同時に照らし出すとされている。第5章、ヒューの処刑とエレノアの没落。1326年、政局はついに決定的な転換点を迎える。エドワード2世の統治に反発した王妃イザベラとその愛人ロジャー・モーティマーがフランスから軍を率いてイングランドへ上陸。わずか数週間でロンドンを掌握し、エドワードとヒュー・デ・スペンサー親子は逃亡を余儀なくされた。10月、ヒュー、父はブリストルで、11月にはヒュー、若年がヘレフォードで捕らえられ、即日極刑に処された。4つ先という過酷な刑罰は、王権の私物化に加担した者への象徴的な断罪として全国に衝撃を与えた。夫の死とともに、エレノアの地位は一気に瓦解した。彼女は王妃軍によって逮捕され、まずはロンドン島、続いてデボンのデラフォード修道院へと身柄を移された。形式的には保護下に置かれたものの、実態は事実上の幽閉であり、生活の自由や外部との接触も大幅に制限された。これにより、彼女が管理していた領地の多くは王室の監督下に入り、事実上没収状態となる。この段階で注目すべきは、彼女が罪人として処罰されたわけではなく、連座者として隔離された点である。中世の慣習法では、貴族女性が夫の犯罪に直接連座する例は少なく、むしろ出自や婚姻に基づいて責任を負わされることが多かった。エレノアの場合も、王族の血を引いていたことで処刑を免れた一方、ヒューと共に政治的象徴とされたために、制度的に排除される立場となった。世論の反応も複雑であった。ヒューへの憎悪が集中する中、エレノアに対しては一定の同情が寄せられた。特に宗教界では、
彼女の修道院への装置を贖罪と見る向きが強く、教会は一定の庇護を与えた。修道士による記録には、彼女が静かに祈りを捧げていた姿が描かれ、政治の舞台から遠ざかる彼女に対する再評価の方がも見られるようになる。制度的には、彼女の没落は女性が相続者として持つ権利の不安定性を浮き彫りにした。封建法上、彼女は正当な土地保有者であったにもかかわらず、政争の余波でその権利は一時的に棚上げされ、政治的復権が叶うまでに時間を要した。このことは、封建領主の権利と王権との力関係の中で、女性相続人が常に弱い立場に置かれていたことを物語っている。現代史学では、この期間のエレノアを失われた声として注視する視点がある。彼女は何を語り、何を考えていたのか、その記録は極めて乏しい。だが、逆にその沈黙こそが、制度の網の中に絡め取られた女性貴族の現実を象徴するものとして、今日の歴史分析に新たな問いを投げかけている。第6章、領地回復と再婚問題。エドワード2世の死とエドワード3世の即位によって、エレノア・デクレアの運命は再び大きな転機を迎える。政治的混乱が収束へ向かう中、彼女の身柄は1328年に釈放され、同時にグラモーガン伯領を含む一部の所領が返還された。これは単なる寛容政策というより、王政の安定化の一環として、王族に近い存在を体制内に取り込む意図があったと考えられている。ただし、返還された領地は全てが元の通りではなかった。多くの所領はすでに他の貴族や王室に分配されており、彼女は自らの正当な財産権を主張するために法的闘争に身を投じる必要があった。中世イングランドの財産法では、女性の権利は未亡人としての持産地や家父権として制限的に認められていたが、エレノアのように領主格の女性が複数の領地を自力で回復する例は極めて稀である。こうした状況の中で、彼女は再婚という政治的選択肢に直面する。エドワード3世は王族女性の婚姻についても厳格な統制を言っており、エレノアの再婚は王の許可を必要とした。ところが彼女は1330年、王の許可を得ずにウィリアム・ラゾーシュという中級貴族と密かに再婚してしまう。この行為は王権に対する明白な挑戦とみなされ、彼女は一時的に再び投獄された。再婚によって彼女が得ようとしたものは何だったのか。愛情か、領地保護か、それとも政治的安定か。現代の研究では、この再婚を主体的意思表示の一環と評価する動きがある。つまり、エレノアは単なる受動的存在ではなく、制度と制約の中で自らの選択を貫こうとしたとみなされている。結果的に、彼女は罰金を支払うことで赦免され、再婚も追認された。王政としては、彼女を完全に排除することも、再度政治的に利用することも望んでいなかった。よって、制裁と許容の中間的措置が取られたのである。宗教界からはこの再婚に対する批判の声も上がったが、同時に修道院などでの寄進が継続されたことにより、一定の支持も維持された。法的制度の観点から見ると、この一連の再婚事件は、封建制度下での女性貴族の婚姻権と土地保有権の緊張関係を示す代表例である。中世において女性が自らの再婚を選び、その上で財産を維持することの困難さは、封建法の構造的限界を浮き彫りにした。現代史学では、この時期のエレノアの行動に対し、制約された中での政治的主張との評価がある。彼女は単なる王朝者の未亡人ではなく、制度と政治に翻弄されつつも、最後まで自己の財産と尊厳を守ろうとした主体であったと再解釈されている。第7章、晩年の孤独と女性領主としての記憶。エレノア・デクレアの晩年は、王権の終焉に位置しながらも、一定の領地と収入を維持するという稀有な安定の中で静かに過ぎていった。再婚後の生活において、彼女は公的な政治の表舞台からは身を引いたものの、なお一部の領地においては名目的象徴的な領主権を保持していたとされる。1337年頃、彼女の死が記録されるが、その正確な没年は文書上曖昧である。だが、その影響力がすでに時代に引き継がれていたことは、残された相続記録や王室文書から明らかである。晩年の彼女は、
グラモーガン伯領をはじめとする宮でクレア家の遺産の管理に関与し続けた。特に注目されるのは、彼女が修道院や教会への寄進を継続し、宗教的義務を果たすことで社会的地位の再確立を図った点である。中世において、こうした寄進は単なる信仰行為にとどまらず、政治的贖罪と社会的記憶の維持という役割を担っていた。彼女は、かつての政治的災厄を宗教的特攻によって清算しようとしたのかもしれない。制度上、女性が封建領主として晩年まで領地を保持する例は極めて少ない。エレノアはその稀有な例外であり、法的には不安定ながらも、その生涯において一貫して女性領主という地位を維持し続けた。このことは、彼女の出自や縁戚関係だけでなく、何よりも当時の法制度と社会通念の狭間において、巧みに均衡を保つ彼女自身の戦略性を物語っている。同時代の貴族社会や修道記録において、彼女の名はもはや清掃の当事者ではなく、穏やかで献身的な後援者として描かれるようになっていた。ヒューデ・スペンサーとの関係が彼女の名を政治的に色づけていたにもかかわらず、その評価は死後、より穏やかで敬意あるものへと変容していった。こうして、エレノアは王の命、政治的犠牲者、女性相続者という多面的な記憶の中に位置づけられていったのである。現代史学において、エレノアの晩年は制度の制約下における回復と統合の試みとして重要視されている。女性でありながら中世の政治秩序に深く関わり、かつそれに翻弄されながらも一定の自立を保った彼女の姿は、女性領主の可能性と限界を歴史に刻んでいる。今回の動画は以上となります。エレノア・デクレアの人生は、王家の血を引きながらも一人の女性として封建制度と権力政治の間で生き抜いた奇跡であった。相続、婚姻、幽閉、再婚、その全てが制度的制約と政治的利用の交錯する場面だった。彼女の姿は、中世イングランドにおける女性の権利の脆弱さを示す一方で、逆境の中で領地と名誉を守り抜いた強靭な存在として、現代の再評価を受けている。歴史の構造は常に個人の物語を通して姿を現す。では、制度に縛られた彼女の声なき選択は、どこまでが自由意志で、どこからが制度の要請だったのか、それが私たちに残された問いである。最後までご視聴いただきありがとうございます。本シリーズの継続とさらなる歴史分析の進化のため、チャンネル登録および高評価をいただければ光栄です。それではまた次の話でお会いしましょう。